にちは、さきです。今、私は大阪に来ています。めっちゃワクワクしてます。今、駅にいます。たこ焼き屋さんを探してるんだけど、駅が大きいので迷子になってしまいます。お腹が減ってるので早く食べたいです。あ、到着しました。このお店です。エスカレーターに乗ってます。登る、降りる。到着しました。このお店は知ってますか？ククルは大阪で有名なたこ焼き屋さんです。デパ地下にあります。めっちゃ美味しいので食べてみてください。このお店は食べる前に会計をしました。これを前払いと言います。うまっ。6個入りを注文しました。めっちゃ熱い。やばい。熱々です。マジで美味しすぎた。皆さん、こういう場所を日本語で何て言うでしょうか？ここは商店街です。でもまだ朝なのでシャッターが閉じたままです。ここは何だと思いますか？大阪で有名なカニ道楽です。カニをたくさん食べれます。これは大阪のシンボルグリコです。大阪旅行ではみんなこれの前で写真を撮っています。今日のたこ焼きの合計は550円でした。どうやってお金を払えばいいでしょうか？500円玉が1つと50円玉が1つです。ホテルに行きます。チェックインをします。このホテルはめっちゃ綺麗なカプセルホテルです。靴を脱ぎます。ロッカーに入れます。やば。めっちゃ綺麗です。カプセルホテルなんだけど、すごい広いです。なんか予想以上に広いです。テーブルにはライトとかティッシュがあります。英語でも書かれているので安心です。これはコンセントです。これは金庫です。布団は本当に綺麗でふかふかしてます。最高すぎない？このまま外に行かないで寝ちゃいたいです。教科書で学ぶすべての単語は大事です。でももっと大事なのは日常会話にあります。私の話を聞いて新しい単語を学んでください。次は甘いものを食べに行きます。まずは10円パンのお店です。お店の色がかわいいです。10円パンは日本で人気な食べ物です。でも一昨年くらいに一番流行りました。他のおすすめは PG ドーナツっていうお店です。あとこのお店も昔からずっと大人気です。チーズケーキ屋さんです。クイズです。この単語の読み方を次から選んでください。この答えは2番の止まるです。最後にもう一回聞くので覚えておいてください。
今列に並んでいます。注文をしました。会計が終わって今待っています。すぐに食べちゃおうと思います。実は推しのライブに行ってきたんだけど、マジで楽しかった。でも歩きすぎて疲れました。旅行って意外と疲れるよね。見て、すごいチーズが伸びてます。チュロスを食べます。もうちょっと食べた後だけど見せます。めっちゃ美味しいです。サクサクしてます。ちなみに私は一番豪華なメニューを選びました。アメニティを紹介します。スリッパ、パジャマ、ズボンもあります。そしてタオルがいっぱいありました。こんな感じです。コメント欄で動画のテンポがいいとか、ストレスなく見れるとか、モチベーションが上がるってめっちゃ言われます。本当に嬉しいです。私自身英語を勉強してた時、10分以上英語で聞くと疲れてました。耳が慣れてなかったからです。好きだけど逆にストレスになってました。だから私の動画は少し短いです。次に紹介する日本語はあなたをネイティブに近づけます。この動画の中で一番便利な日本語です。それは一番人気なものはどれですか？です。これはご飯を注文するときに便利なフレーズです。おすすめは何ですか？と似てるけど、一番食べられているものを知りたいときにぴったりです。3つのうち正解はどれですか？日本に旅行するとき、どこに泊まればいいか迷いますよね。かっこよくて値段が安いホテルをこの動画にまとめたので、クリックしてこのホテルに泊まってみましょう。バイバイ。